はい、どうもってないんです。皆さん、お久しぶりでございます。いや、サボってたわけじゃないんですよ。ちょっといろいろとバタバタしておりまして、ちょっとコラボ撮影とか、テレビ関係とかね。で、その中の一個に、この度私、タニアン、YouTube ファンフェスジャパンに出演が決定しました。で、その YouTube ファンフェスとは何ぞやというと、多分ご存知の方も多いとは思うんですけど、東京ガールズコレクションとかパリコレみたいな細くて長い道、そこを僕ら YouTuber がトコトコトコっと歩いていって、で、その先にいるボス、ヒカキンさんからこの金の盾をいただくっていう授与式、チャンネル登録100万名様を超えた人の授与式みたいなやつ、あれに今回私谷崎も出演いたします。しかも今回ちょっとマイクを持たせてもらえるかもしれないんですよね。楽しむと緊張がもう入れ混じってますわ。で、日時と場所としては12月4日の幕張らしいんですけど、これの応募方法とかそういったものは下の概要欄にURL をバシッと貼っておきますので、なんかあれらしいですよ、抽選で6500名様を無料ご招待らしいですよ。もしお時間のご都合等よろしければぜひ遊びに来てもらえればと思います。で、大変お待たせしていた今回の動画なんですけど、僕前回の動画で過去最高作のチャーシューができたって僕申し上げてたんですけど、プレットの皆さんに美味しいねラーメン食べてほしいと思ってチャーシューをね30回以上ずっと試作を繰り返してたんですよ。で、それが僕の中で結構自信作になったので、今回それを動画にしていこうかなと。僕の動画ではもう3回目4回目ぐらいのチャーシューかな。で、そのチャーシューをもりもりに持って、この時期寒いけさ、もう肉だらけ鍋にしちゃおうかなと。絶対うまいよね。というわけで早速本日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。ではまず本日のメイン食材の登場です。豚バラブロックの巨大な塊 7kg 分。この大きい塊オーダーカットで注文すれば豚バラブロックもこういう大きな感じにしてくれますんでね。僕最初の方は20センチ ×20 センチの合計2キロから 2.5 キロぐらいの塊で注文してたんですよ。ただ試作をずっと繰り返してるうちに、もう今となってはいつものサイズでって言ったらもうこれをしてくれるようになりました。今日は国産とアメリカ産とカナダ産どれにしますってもうすぐ聞かれるぐらい。ちなみにこちらは今回アメリカ産をご用意しました。で、まず早速こっちのお肉の処理からしていくんですけど、こっちにこうやって見えてるのが油とかがあった後なんですよ、これ。で、大体これをこう切ると、よくスーパーで売られてる豚バラブロックの形。で、これ繊維の方向的に、こっちのひだひだに対して、繊維がこういう感じでこの向きに入ってるんですよ。だから最終的に切る方向としては、この方向で切っていきたいんですよね。こういう風に切っていくってことは、こういう風に巻く感じ。ほら、これとか多分わかりやすい。ね、こっちからこっちに繊維が走ってるでしょ。ただ、この豚も生き物ですんで、いろんな方向からの繊維が折り重なってこの豚バラ肉って形成されてるので、こっち向きの方向ではないお肉もあるんですよ。代表的なのがここ。こっち向きに繊維入ってるの分かりますかね。あ、これ分かりやすいわ。ほら、こういう感じで。なので、こういった繊維の方向が違うのをちょっとお掃除します。ちょっと分かりづらいですけど、自分で見たらなんとなく分かりますんで、あ、これ繊維の方向違うなー言うて。まずここと、あ、ほら見えてきた。1個下の層はこっちの方向に入ってるでしょ。あとはここのひだひだのとこもね、ちょっとね最後口に残るんですよね。ちなみにここもまた後ほど使っていきますんでね。で、いよいよ巻きの作業に入っていくんですけど、さっきもお伝えした通り、この向きでもうこのまんまこうやって巻いて、この長さにしてもいいっちゃいいんですけど、お店みたいになかなかこのサイズは扱いづらいので、僕はまずこれ半分ので、さらにこれを半分のこうやって4分割で僕は使います。んで、巻き方がまずは手でこうやってグッと押してあげて、そしたらタコ糸を下にかませて、まずは一度ここで脂身にがっつり食い込むほどきつく固結び。よし。そしたらまずはこっちの結んだ側できつく2、3回回したら次反対側に飛んで、こっちも強く
ギュッと巻いたら、一番最初のこっちの結び目のこっち、ここに向かってほどほどに間隔を空けながらきつく締めつつ向かっていって、あとは最初のところとこれを結べば、ここも固く固結び。あとは余分な糸を切って、これで準備完了。で、ここある程度間隔を空けてないと、一番最後煮込んだ後にこの糸を外すっていう作業があるんですよ。その時にこの表面の油の層を全部持っていっちゃうので、ちょっと隙間を空けた方がいいかなと思います。というわけで、僕はまずすごく孤独な作業に入ります。タコ糸丸々1個分終わっちゃいましたね。で、ずーっとやってたら普通に指切ったっていう。皆さん真似される際は手袋とか軍手つけた方がいいかもしれんね。こんだけの量巻くときはね。こんだけの量巻くことはほぼないと思いますけど。で、やっぱね、こっちがあれなんですよ。こういった骨とかあった側。やっぱこっちの方が盤が大きくなるというか、太く使えますね。今回使うのはこっち側の6本にしようかな。こっちのちょっと細くなっちゃった方は多分こっちの方が食べやすいと思うので、こっちはご近所さんよ。で、ちなみに皆さん、なんでこうやって豚バラを巻くかって考えたことあります？これあくまで僕の持論なんですけど、よく言う豚バラ肉を煮込んだ時にバラバラにならないようにするっていうのも1個あると思うんですけど、正直ですね、巻かないまんまの普通に売ってあるスーパーの豚バラブロック、あれを2時間3時間炊いても、角煮みたいになって、煮崩れはしないんですよ。分解されないというか。じゃあなんでかなーって考えた結果、これ巻くと煮汁と接するこのお肉の部分が減ってほとんど脂肪ばっかりになるんですよ、周りが。ってことはこの内側のお肉の部分が浸透圧の関係で水分が抜けるっていうのが防げるので、結果的にこっちの方が柔らかく仕上がるんですよね。この巻いたやつと巻いてない普通の状態で同じ時間煮込んだら結構差が出ますよ。ご興味がある方はぜひっていう余談はここら辺にしておいて、早速こちらの下茹でに参ります。それでは今回も登場、一家に一台。そしたらまずたっぷりのお水と酒を一回しでもって生姜スライスとネギの青いところで添加で沸騰するまでしばし待機。今回この下茹でした後のこの茹で汁も使いたいなと思ってるんで、お酒と生姜と白ネギの頭、この3つを加えてるんですよね。特にこの茹で汁を使う予定がない方はもうお水だけでいいかなと思います。ちなみにこの下茹でする理由としては豚臭さを抜くのと、あと余分な油を落としたいっていうこの2つの理由ですね。特に2つ目の方が大きいかな。というわけで無事沸いてきましたら豚バラ投入。そしたらこれが再沸騰してからだいたい10分間ぐらい、まずはちょっと下茹で。10分経過したらこれを回収。もうこの時点でわりかし脂身のところちょっともうデリケートですんで取り扱いにはご注意で。ではここから焼き固める作業に入るにあたって、僕なんかはいつも通りこのラードを使ってやっていこうと思うんですけど、多分一般家庭にはこの量のラードは多分ないかなと思うので、もしなければサラダ油とかで代用してもらえれば。ではまずわりかしたっぷりめのラード。そしたら火にかけて、ラードが溶けきったところで水分をしっかりと拭いたチャーシュー。水分拭いてないとこれバッチバチ跳ねますんでご注意ください。そしたらしっかりと切り口の方も焼いてあげて、全面カリッとすれば OK。 では、いよいよここから煮込みの段階に入っていきます。まずその前にもちょっとこのドゥントの中の下茹で液の回収。今回こちらがお鍋のお出汁になります。ではずんどが一度きれいになりましたら、こちらに煮汁を合わせていこうかなと思います。では参ります。せーの。こちらから日本酒、お水、醤油、みりん、ザラメですね。で比率がこちらから4対3対 2.5 対1対1。ちょっとこの刻んでくる感じが何回も作った感じが出てるでしょ。この若干細かく刻んでくる感じね。ちなみにこの比率、重さじゃなく体積的な意味です。だから大さじ小さじ的な、それぞれを合わせまして、
そしたらあとはここに加えていく香味野菜がこちらからニンニク、生姜、玉ねぎ、長ネギ。長ネギは適当な大きさにザクザクっと切るだけ。生姜も適当な厚みにスライスしてあげるだけで、ニンニクは下の硬いところだけ落として皮を剥いたらぺしゃんこにするだけ。そしたら最後玉ねぎはより香りとか味が出やすいように繊維に逆らってそしたらこれらを全て加えて沸いてきたところで豚バラ投入で、だんだんと再沸騰してきたんですけど、前回もお伝えした通りこれ結構お酒の分量が多いので、アルコールの香りガンガンなんですよ。これがちょっと収まるまで10分15分ぐらいまずこのまんまちょっと沸かします。ではその間にもう例のごとく落とし蓋を作っていきましょうか。そしたら先端と山になってるところに切り込みを数箇所入れてせーの、これで完成。そしたらアルコール臭さもだいぶ飛びましたんで落とし蓋を落としてで蓋してここから煮込み時間が約90分。火加減としてはバブと同じぐらいのシュワシュワ加減だからだいたいこのぐらいの火加減で、まだまだ煮込むのに時間かかりますので、その間に今回のお肉以外の野菜をね刻んでいこうかなと。お野菜部門からは白菜とネギ、両方とも豚肉との相性バッチリなやつ。そしてキノコ部門からはしいたけ、えのき、特大エリンギとちびエリンギ。ではこの下準備をとその前に皆さんの記憶の遥か彼方に行っているであろうこちらの一番最初の段階で取り除いた繊維の方向が違うところ、これちょっとひき肉状にしたいのでちょっと冷凍庫で半冷凍状態にします。よし、では行こう。でこっちの軸はもうそのまま鍋の具材にするとして、こっちの飾り切りの端っこはちょっと細かく刻んどいて、こちらはまた後ほど。5分ほどしたらもう水からあげて白髪ネギの完成。やっぱ中心部分が甘くて美味しいね。っていうところで鍋の食材のキノコとか野菜が終わったところで、ちょうどこちらもいい感じですね。
でこれを半冷凍にした理由なんですけど、これ半冷凍にしてあげた方がこういう感じでこうサクサクっと細かくしやすいんですよね。ほら意外と一人暮らしの家にフードプロセッサーとかないやん。だからそういったものがない方向けのちょっとしたテクニックみたいな。というわけで先ほどのこちらに生姜のみじん切り、ニンニクのみじん切りで椎茸のあそこ、これらを加えましてシャシャッと肉味噌を作っていこうかなと。でその肉味噌をお揚げさんに包んだらまあ美味しいんじゃないかなと。では行こう。そしたらまずひき肉をフライパンにドーン、で酒ドボドボでちょっとなじませて、で天かでこれをポロポロにしている間にお味噌、醤油、みりん、お砂糖、今回全部の比率1で揃えました。ポロポロとしてきたところで椎茸、生姜、にんにく、そしたら軽く酒を飛ばして、ある程度酒が飛んだらダバー。今回あくまでもお鍋の具材なのでちょっとタレ少なめにしてあります。これちょっとお上品な肉味噌、全体がもったりとしてきたら完成。そしたら今日は油抜きはいいや、お湯かけるやつお箸でゴリゴリして、そしたらあとは入り口を作って、ここに先ほどの肉味噌、あとようじで止めれば肉味噌巾着完成っていうちょうどいいタイミングで90分で炊き上がりましたね。ここまでいくとトングで掴んだらもう脂身がもうベロンと剥がれちゃいますんで、もう僕の場合これトングじゃなくてもうこの小さいバットですくいます。今でこういう感じ。これにてチャーシューの完成で、大げさではなく今この段階でマシュマロぐらい柔らかいんですよ。なのでこの状態で薄く切ろうとするとかなり難しいので、まずは一度粗熱を取ってからこれにラップをかけて冷蔵庫に入れます。まだあったかいまんまやとこんな風に内側に水滴がついちゃうんですよね。なので保存性が下がっちゃうので、あくまで粗熱が取れてから。皆さんごめんね、ここまで相当長いね調理編ね。もう終わりますんでね。では最後の仕上げとして今回の鍋スープを仕上げていこうと思います。お鍋ですんでだしが20、これ先ほどの豚の下茹でのお汁ですね。醤油1、酒1、みりん1、これで鍋スープ完成ね。そしたら冷蔵庫で冷やしたチャーシューを切って盛り付けていきましょうか。でこのチャーシューを切るとき邪道かもしれませんけど、普通の牛刀とか三徳じゃなくてぜひぜひパン切り包丁でお願いします。こういう風に切った方が薄く切れる気がする。麺やば。これできるだけ薄く切ってくださいね。薄ければ薄いほどこれすごく美味しくなりますんで、この真ん中の太いのは僕の趣味の時間です。でここに見えてます乗り切らなかった部分と端っこの部分、ここはまた後ほど。ではいよいよ盛り付けに参ります。今回の盛り付けすごい簡単ですよ。火の通りにくそうなもんから適当に入れていって、
普通の鍋やと、結構見栄えとかもね気にしながら盛り付けなきゃいけないと思うんですけど、これは全然大丈夫です。もうこんな感じで、なんでかというと、どうせこうなっちゃうので、あとは鍋スープ注いで、はい、これで肉だらけ鍋の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました、スカイスクレーパーで。ちょっとね、だんだんこっちが沈んできまして、上の肉が転げ落ちそうなんで、ちょっと回収します。この2つはまた後ほどで、僕が完全に忘れてた白髪ネギ、よし、これで完成。んで、なおかつこのチャーシューの煮汁を3倍ぐらいに煮詰めたもの。このチャーシュー自体の味がないからね、これで完成。そんならばいただきます。もう何度だっていう調理時間に比例してうまいわ、ビールは。で、まだ全体的にはまだまだね、ぬくもってはないんですけど、ここのとこは結構ええ感じなんですよ。もうここのとこいけそうなんで、もういっちゃいますか。わ、ほわほわ。やっぱうまいわ。もっともっと噛み締めたいんですけど、噛み締めることができないんですよね。柔らかすぎて。でもうこれ何度も見た光景かもしれないですけど、こんなんですよ。で、この煮汁がかかっとうとかはもう別次元のうまさですね。そんならばもうだいぶ火も通ってきた感が出てきましたんで、他のお野菜関係も参りましょうか。野菜を肉の3倍食べろというわけね。で、今日は直箸でごめんなさい。ではまずお出汁から。白菜の甘さがすごいな。で、これあれだ、うまみえのきって今日使った茶色っぽいえのき、あれの香りがすごいね。これうまいわ。そしたらこれいこうかな、肉味噌巾着。これ熱かろうな。バルうま。もうおでんのがんもぐらい出てくるね、おつゆがね。しかも普通のこのおつゆじゃなくて、味噌の効いた美味しいお出汁。これ正解だな。白菜うまっ。これ冗談抜きで飲める。今回の黄色いえのき、あれに遅れは取りましたけど、やっぱしいたけも香りがええね。なんだっけ、香りしいたけ味しめじやったっけ。その通りやと思うわ、ほんと。いやーうまいわ。そんじゃ多分もうこれもいけそうなんですよね。バチバチ巨大なエリンギ。豪快にいかんとね、男の一人飯ですからね。あかん、今日マジ実食一瞬かもしれん。今日第2波がないんですよ。これが終わったらもうすぐ締めなんですよね。白菜もって買ってくれよかった。そしてきた今回のダークホース、うまみえのき。これマジでうまい。いや、これ好きだな。普通の白いえのきと比べると香り 1.5 倍ぐらい強いかも。味というか香りがすごくいい。で、しいたけの軸は安定してうまい。ただ今回のうまみえのき、あれとなんか役割がかぶっちゃった感じがあるんで、今回の肉味噌巾着の具材にしてもよかったかもしれないですね。そしたらもっとね、巾着の香りもよかったやろうしね。では行きますか。エリンギ。火を通してこのサイズはやばいね。
独特のコリコリ感、あれって周りの皮のとこじゃないですか。真ん中の白いとこあそこまでね歯応え強くないけど、でもこのサイズまでいくとなんだろう、コリコリとかじゃなくブリンブリン弾き返すね。ただものすごく食べにくいので、皆さんはちゃんと裂いてから入れましょうね。でもやっぱ今回のやつで言うとうまみえのきが一番好きかな。僕の趣味の時間も参りましたね。うわ、もう箸で持てんばいこれ。僕が最近作った豚の角煮、あれを作って食べた時はうわめっちゃ柔らけえと思ってたんですけど、これを食べたらわかる。角煮はまだまだコンクリートですね。これが柔らかすぎる。脂身のところのとろけ具合はあんま変わらないんですけど、赤身のところの柔らかさがもう別次元ですね。やっぱ煮汁にあんま触れてないけんでしょうね。バチクソにうまいわ。てかどう思います？あともうこれだけで終わりばい。あっという間すぎるやろ。どうかしとるわ。とりあえずこのでかい塊戻して全部食べ終わったらもう早速締めに参りましょうかね。なんかな、僕の噛む力がもうバカになってるんですかね。もう自分の耳に入ってくるえのきの音がもううるさいもんね。ジャッキジャキ。それと比べてチャーシュー静かやな。なんも音がせん。これ本当美味しいんで、皆さんご機会ありましたらぜひ。煮込む時間は結構ありますけど、実際手間はかからないからね、そんなにね。豚バラ肉をオーダーカットしてもらうっていう手間はありますけど。そしてついに来ましたね。一番ぶっといやつ。どんだけ太かろうとも全然関係ないですね。やおわ。ということで締めに参りましょうか。そしたら開示じゃないけど、このチャーシューの乱れを詰めたやつでちょっと塩分濃度を調整して、どんなもんかな。よし、こんなもんで OK。沸騰してきたら鍋用ラーメン加えて、麺を煮込んでる間にチャーシューセット。あとは規定の時間茹でつつ、チャーシューが柔らかくぬくもればチャーシュー麺完成。これはビールですな。うまいな。やっぱスープがスープなんで結構ね甘さが強いというかね、すき焼きの締めとして今ラーメン食べてる感じ。うまいね。この端っこ炙ったらうまいんでしょうねと思ったのでちょっと残してあるんですね。これは今晩の夜食。ごちそうさまでした。いやーうまかったね。いや
今回ね、もうこれ何回目やっていうチャーシューでしたけど、僕の中で30回ぐらいかな、試作を繰り返して、やっとなんかこう今の形に落ち着いたというかね、なんか自信を持って人様にこうお出しできる料理になったかなっていう感じですね。なんというかね、この豚バラ肉をこう巻くかどうか、タコ糸で。それだけでもね、結構変わりますね。めちゃくちゃ柔らかく仕上がりますんで、ご機会ありましたら、ぜひ。で、なおかつね、これ慣れてきたら、豚バラ肉のトリミングから始まって、フォンチョールのこう煮込みが終わるまで、そこまででだいたい2時間とか2時間半とかで仕上がるんですよ。で、そのうちの、フォンチョールの90分間の煮込みと、あと下茹での10分間。だから計100分間ぐらいは、もう全然手が空きますんで、なんかその間はなんか別のおかずを作ったりとか、あと洗い物したりとか、ちょっとした片手間じゃないけど、何かをしながら作れる料理なのかなと思います。ただ作る時の注意点としては、真面目にタコ糸で指切れますんで、なんかこう軍手をつけるなり、手袋をつけるなりされてくださいね。結構痛いよ。切ってるんじゃなくて、擦り切れてるからね。痛い。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。